The point is that once you start studying aging, it's hard to study anything else. It's just the problem is so important that nothing really compares to it, I think, in biology and medicine. Because the idea is that most diseases that medicine studies are age-related diseases. And if we can target the aging process itself, we could delay the onset of all of these diseases at once. And this is why it's so appealing. But also it's incredibly difficult to do.冒頭からとんでもない発言が飛び出しました。一度、老化というテーマに取り組むと他の研究が手につかなくなる。それほど老化こそがあらゆる病気の根源だから、一挙にそこへ切り込めれば全ての病を遅らせられるというのです。実はこれ、アメリカ、NIH、国立衛生研究所の老化研究の権威、ワディム・グラディシェフ博士の言葉です。彼は老化を医学最大の課題だと指摘しました。そしてこの着眼点こそ、私たちの記憶術にも応用できるヒントになるのです。脳科学や学習法に興味のある皆さんなら、ピンとくるでしょうか。そう、私たちが何かを学んでもすぐ忘れてしまうという問題。これもまた一種の老化現象と捉えられないでしょうか。もし記憶の老化、物忘れそのものを直接コントロールできれば、あらゆる勉強の成果が一度に劇的に向上する。そんな夢のような話があるかもしれません。この動画では、老化研究で生まれた、エイジクロック、老化時計という概念をヒントに、驚異の記憶定着率 96% を目指す新しい学習法について解説します。記憶術、学習術に関心のある方ならワクワクしませんか？老化研究の最先端に飛び込んで、あなたの脳に応用する、そんな知的冒険に早速出発しましょう。I already tried it a couple of times. Aging is to me is a spontaneous process, non-adaptive. Longevity is adaptive. グラディシェフ博士は質疑応答でこのようにも語っています。老化は無駄なもの、長寿こそが適応だと。つまり生物にとって老化、エイジングとは本来プラスの意味を持たない副産物であり、進化的に有利なのはむしろ長生きできる仕組み、ロンジェビティだというのです。これを聞いて、それって記憶にも当てはまるのではと感じた方もいるのではないでしょうか。人間の脳は本来学習したことを長く記憶に留めておきたいはずですよね。ところが現実には、せっかく勉強しても時間とともにどんどん忘れてしまう。忘却こそ無駄であり、記憶を長持ちさせることこそが本来望ましい適応ではないでしょうか。私たちが勉強で苦労する、覚えても忘れるという現象は、まるで脳内で記憶が老化していくようなものです。では、なぜ人の記憶は放っておくと衰えてしまうのか。その鍵はエントロピーにあります。エントロピーとは物理学の用語で、乱雑さや無秩序さを意味しますが、実は老化現象を物理の視点で説明するキーワードでもあります。グラディシェフ博士は老化をデレテリオームという概念で捉えています。難しい言葉ですが、要するに生きて活動する中で体に蓄積していくあらゆる有害変化の総称です。例えば細胞や分子が受ける微細な損傷やエラーが散り積もっていくこと、それ自体が老化の正体だという考え方です。そしてその本質は物理法則に起因するといいます。Or you can think of in terms of physics, like in terms of like entropy or disorder. So in that sense, to me, aging has a physical nature. It comes ultimately from physics, but manifests chemically. So then, life evolved to counteract that increase in entropy. And there are various strategies to do it. So for example, one strategy is simply to dilute the damage. 老化の背景には避けがたい物理法則、エントロピーの増大、つまり時間とともにあらゆるものが秩序を失い壊れていくという原理があります。何も対策をしなければ、宇宙の法則に従って私たちの体も脳も次第に乱雑さ、エラーを溜め込み、機能が低下してしまうのです。記憶も同じで、新しく覚えた知識は放っておけば次第に曖昧になり、やがて忘れ去られてしまうのが自然な流れです。テスト前に詰め込んだ知識もエントロピーの波に飲まれるかのように消えていく。そう聞くと少し絶望的に感じるかもしれません。しかし生命にはこのエントロピー増大、老化、劣化に抗う仕組みが備わっていると博士は言います。引用にもあったように、その一つの戦略がダメージの希釈です。難しい表現ですが、噛み砕けば蓄積したダメージを散らして減らすということ。例えば細胞分裂をして一つの細胞が2つに増えれば、それまで1個の細胞が抱えていた損傷は2つの細胞に分散され、1細胞あたりでは半分になります。同様に
生物が子孫を残すこと、世代交代も親の体内に蓄積した老化ダメージを次世代に持ち越さないリセットの戦略だと考えられるのです。このように老化イコールエントロピー増大に対抗する生物の仕組みから、私たちの脳と記憶について大事な示唆が得られます。それは人間の記憶にもエントロピー増大に抗う仕組みや戦略を導入できるのではないかという点です。脳には確かに放っておけば記憶が薄れるのを防ぐメカニズムがあります。例えば新しく得た記憶は睡眠中に整理固定されることが知られています。十分な睡眠をとると記憶力が向上するのは、脳が情報の乱雑さを整理し定着させる働きをしているからです。また以前に学んだことを繰り返し思い出すと、記憶が強化されて忘れにくくなる経験は皆さんにも覚えがあるでしょう。これはまさしく知識に新鮮な刺激を与えて古い情報の劣化を食い止める生物的な高老化プロセスと言えます。第1章では老化と忘却の共通点を見てきましたが、次章ではいよいよ記憶を長生きさせるための具体策を長寿生物の戦略になぞらえて考えていきましょう。Represented actually by one compound called rapamycin, is a well-known compound that extends lifespan. But interestingly, it induces changes which are quite different from the changes induced by calorie restriction cluster. So apparently there are many ways to modify the organism so that it lives longer. 長寿の秘訣は一つではありません。グラディシェフ博士によれば、寿命を延ばす手段はいくつも存在し、それらは必ずしも同じ仕組みで作用するわけではないのです。今の引用では食事量を抑えるカロリー制限と臓器移植の薬として知られるラパマイシンという物質の例を挙げています。どちらもマウスの寿命を延ばす効果が確認されていますが、体に起こる変化のパターンは大きく異なります。一方は飢餓状態に近い生存戦略、もう一方は細胞の成長制御に働きかける戦略。アプローチは違っても寿命を延ばすゴールは同じなのです。この話から私たちが学べるのは、記憶を長持ちさせる勉強法もまた一つではないということです。例えば英単語を暗記するとしましょう。ただひたすら繰り返し書いて覚える人もいれば、語呂合わせのイメージ記憶術を使う人もいるでしょう。あるいは一日の中で時間を空けて復習、分散学習する方法や、単語カードを使って自分にクイズを出すテスト効果方法など、さまざまなテクニックが知られています。それらはアプローチこそさまざまですが、目指すところは記憶を忘れにくくする一点で共通しています。実際学習科学の研究でも記憶定着率を高める手法は一つではないことが分かっています。重要なのはそれぞれの方法がどんな原理で記憶を強化しているのかを理解し、上手に組み合わせることです。長寿研究の世界ではカロリー制限とラパマイシンを組み合わせたらもっと延命できるのでは、遺伝子操作で寿命を延ばした動物にさらに薬を与えたら効果が足せるのではといった複合議も盛んに検証されています。同じように勉強法も一つの方法に固執する必要はありません。記憶術の複合議で相乗効果を狙ってみましょう。例えば先ほど挙げた英単語の例なら、まずイメージ記憶術で単語の意味を頭に焼き付け、翌日、1週間後、1ヶ月後と間隔を空けてテスト形式で復習するという組み合わせが考えられます。これは意味のネットワーク化×定期的な自己テストという2つの戦略を組み合わせた方法です。互いに補完的なアプローチを組み合わせれば、記憶はより強固に長寿命になるでしょう。さらに脳の健康という観点も忘れてはいけません。長寿の生物には総じてストレス耐性が高く、代謝が安定しているという研究結果があります。人間で言えば日々の十分な睡眠や運動習慣、栄養バランスの良い食事などが結果的に記憶力の維持にも寄与します。例えば有酸素運動は記憶を司る海馬という脳部位の萎縮を抑え、認知機能の衰えを緩やかにすることが知られています。また瞑想や深呼吸でストレスを軽減することも脳の老化防止につながります。多角的に脳をケアすることが記憶力の長寿につながるのです。長寿研究が示すように、記憶を長生きさせるための道筋は一つではないと心得ておきましょう。TR is known to extend lifespan. You can see that any age, these mice are literally younger based on this clock. So this clock is very useful to identify interventions like this. So for example, if you would know nothing about calorie restriction, when the mice are 10 months old, we could measure and say, oh, yeah, they're younger. Maybe there is a potential to extend lifespan. And we don't need to wait until mice die. ここで出てきた時計、クロックという言葉が、この動画のキーワード、エイジクロックの由来です。グラディシェフ博士ら老化研究者は、
生物の体年齢バイオロジカルエイジを正確に測定する画期的な手法を開発しました。それが老化時計エイジングクロックと呼ばれるものです。時計とは比喩ですが、要するに血液や細胞から検出できる科学的な老化のメモリを指します。例えば DNA に付加されるメチル元のパターン DNA メチル化を解析すると、その生物が何歳相当の体内変化を遂げているかをかなりの精度で推定できます。博士の引用では、カロリー制限をしたマウスが老化時計で若く測定されると述べられています。実際生後10ヶ月、人間で言えば中年くらいの段階で老化時計が示す年齢が低ければ、そのマウスは長生きする可能性が高いというわけです。つまりこの老化時計のおかげで寿命が延びるかどうか、結果が出る前に予測できるようになったのです。これは勉強に置き換えてみても重要な発想です。私たちはテスト本番になって初めて覚えたと思っていたのに忘れていたと失敗から学ぶことが多いですよね。しかしもし勉強の途中でこのやり方なら覚えられている、このままだと忘れそうだといった兆候を測定できればどうでしょうか。早めに勉強法の修正ができて手遅れになるのを防げるはずです。いわば記憶版エイジクロックを使いこなすイメージです。実際私たちも日常的に簡易的な記憶の測定をしています。そう、小テストやクイズ形式の復習です。例えば英単語カードで自分にクイズを出し、何度も正解できる単語は記憶が定着している、間違える単語はまだ記憶が不十分だと判定しますよね。これこそ記憶の見える化です。最近はスマホアプリなどで学習内容をテストしながら記憶の定着度をスコアや色分けで示してくれるものもあります。これらはあなたの脳内で今どれくらい忘却が進行しているかを見える化する老化時計のような役割を果たしています。さらに近年の研究で面白いことが分かってきました。それは人間の記憶力も日々刻々と変動するという事実です。老化時計の研究では、手術や感染症など大きなストレスを受けた際に一時的に生物学的年齢が上昇し、回復期に若返る現象が確認されています。実は記憶も似たような変化を起こすんです。例えば寝不足で頭が冴えない日は記憶力も一時的に低下しますが、十分に休息を取れば記憶のパフォーマンスは回復します。テスト直前に焦って詰め込むとストレスでかえって忘れたり、時間を置いて落ち着いて復習するとすんなり覚えられたりといった経験はないでしょうか。記憶力は固定的なものではなく、コンディションによって上下するのです。だからこそ自分の記憶コンディションを定期的にチェックすることが大切になります。繰り返しになりますが、小テスト形式で自分の記憶を測定し可視化する習慣をつけましょう。それが記憶版エイジクロックを活用するということなのです。Transition from an older state to a younger state. I would say that the aging process itself is irreversible. There is no way with all of these changes we could go that same road back. So aging is irreversible, but we could still target an organism or a cell or tissue where it could go to a slightly lower biological age. 老化そのものを完全に巻き戻すことはできない。確かに生物学的には一度年を取った細胞や臓器をすっきり若返らせるのは極めて難しいと考えられています。では我々の記憶の場合はどうでしょうか。一度忘れてしまったものを完全に思い出すのは難しいにせよ、忘れかけの記憶を再び鮮明によみがえらせることは可能です。事実、勉強における基本中の基本テクニックである復習こそが記憶の若返り法といえます。脳に対して意図的に働きかけ、生物学的には古くなりかけた記憶情報を新しく覚え直したかのようにリフレッシュする。これは老化研究の文脈で言えばバイオロジカルエイジを引き下げる操作に他なりません。グラディシェフ博士は老化研究の中でリジュビネーション、若返りという現象にも注目しています。例えば年老いたマウスに若いマウスの血液を循環させると、老マウスのいくつかの臓器に若返り効果が見られるという実験があります。これは他の若い個体に助けてもらって若返る極端な例ですが、私たち人間の記憶でも似たようなことができます。例えば他人に教えることで自分の記憶が鮮明になる経験はないでしょうか。勉強会やディスカッションで他の人の視点を得ると、あ、それ知らなかったと新知識が加わったり、自分ではあやふやだった点が質問されてはっきりしたりしますよね。これは他者との交流によって記憶の抜け落ち部分が補われ、自分一人では得られない新鮮な刺激が脳に加わることで記憶が若返る恒例です。さらに定期的に新しいつながりを作ってあげることも記憶の若返りに有効です。例えば昔覚えた歴史の年号も語呂合わせで無理やり数字だけ記憶した場合は忘れやすいですが、
それを大河ドラマや小説で改めて学び直すと、ストーリーの中で年号が位置づけられ、記憶が息を吹き返すことがあります。これは知識同士のネットワーク、脳内の連想回路を作り直すことで、古い記憶情報が新しい文脈の中に組み込まれ、結果として忘れにくくなるからです。人の記憶は使わないと錆びつくと言われますが、裏を返せば使い続ければ錆びないとも言えます。定期的に関連知識と結びつけて引っ張り出してあげれば、記憶はいつまでも新鮮なまま保てるのです。これこそ記憶のエイジクロックを巻き戻す作業に他なりません。もちろん人間の脳にも限界はあります。たとえどれだけ工夫を凝らしても、一度に完璧に覚えられる情報量や記憶を維持できる期間には個人差もありますし、上限もあります。ただ老化研究が示すように、衰えゆくものを少し若返らせるという発想は私たちの記憶にも応用できます。勉強法次第で忘れにくさは確実にコントロールできるのです。年だから記憶力が落ちてと嘆く前に、この若返りの発想をぜひ日々の学びに取り入れてみましょう。I think there will be no universal intervention. Nothing will work universally for everybody. Calorie restriction is very useful, but we need to know who can benefit from it. 老化研究の知見は勉強法選びについても大事な示唆を与えてくれます。それは万人にベストな方法など存在しないということです。グラディシェフ博士は長寿に効果的な介入、例えばカロリー制限があっても、それが全ての個体に同じように有効とは限らないと指摘しました。同じように、この参考書さえやれば誰でも成績アップとか、この勉強法が絶対最強といった万能薬的アプローチは現実には存在しないのです。人それぞれ記憶力にも癖や得意不得意があります。例えばイメージで覚えるのが得意な人もいれば、文章で論理的に理解しないと頭に入らない人もいます。あるいは暗算は得意だけど歴史の年号は苦手といった分野ごとの差もあるでしょう。ですから本当に記憶定着率を最大化したければ、自分専用に学習法をカスタマイズしていく姿勢が重要になります。老化研究では最近、臓器別の老化速度の違いが注目されています。ある人は脳の老化が早いが心臓は若々しい、別の人は腎臓が人並み以上に老化しているが他は元気というように、個々人で弱点となる部位が異なるのです。そこで将来は人それぞれ老化の弱点となっている臓器を特定し、個別に対策するオーダーメイド医療が期待されています。これは勉強でも同じではないでしょうか。あなたの記憶の弱点は何か、まず知ることです。例えば単語は覚えられるのに文法が苦手なら、文法に特化したトレーニングが必要でしょう。人前で話す内容はすぐ覚えられるのに、教科書内容は頭に残らないなら、勉強法に工夫がいりそうです。自分の脳の癖や弱点を観察、分析してみましょう。その上で弱点に合わせた記憶術を重点的に取り入れるのです。さらに自分に合った方法でも時と場合によってアップデートする柔軟さも大事です。老化研究の話に戻れば、若い頃に効果的だったサプリメントが年を重ねると逆効果になるといった事象も報告されています。同じ人でも加齢や環境で最適解が変わるのです。勉強法も同様で、小学生の頃は通用した暗記法が大学で通用しなくなることもありますし、ある科目では役立つ方法が別の科目では効率が悪いこともあります。常に自分の記憶状態、エイジクロックの針の動きに注意を払いながら、ベストな学習法をアップデートし続ける姿勢が長期的には大きな差を生みます。万人に効く勉強法は存在しない。だからこそあなた自身の脳に効く勉強法を探求し続けてください。それが記憶力長寿の秘訣です。いかがでしたでしょうか。老化研究の最前線からヒントを得たエイジクロック勉強法をまとめると、ポイントは次のようになります。第一に、記憶も放っておけば老化、劣化することを理解し、その避けられない忘却に対抗する意識を持つこと。第二に、記憶を長持ちさせる方法は一つではないので、さまざまなアプローチを組み合わせて脳に刺激を与え続けること。第三に、自分の記憶状態を定期的に見える化し測定する習慣を持つこと。これにより早め早めに軌道修正ができます。第4に、記憶の若返りは可能なので、復習や新たな関連付けによって常に記憶をリフレッシュすること。そして最後に、学習法は自分専用にカスタマイズすることを恐れないでください。他人が良いといった方法も自分に合うかは分かりません。常に自分の脳と対話しながらベストなやり方をアップデートしましょう。今日からでも実践できる具体的なアクションも整理しておきます。勉強した内容は必ずその日のうちにテスト形式で自己チェックしてみること。これにより自分の
記憶老化度を測ることができます。チェックして怪しい箇所は早めに復習、記憶の若返りを行いましょう。暗記カードアプリや問題集を使っても良いでしょう。様々な記憶術を試し、自分に合った組み合わせを見つけることも大切です。例えば音読が効果的なら取り入れつつ、イメージ記憶が苦手なら他の方法で補うといった具合です。そして生活習慣も整えることをお忘れなく、脳の疲労を翌日に持ち越さないよう十分な睡眠をとり、適度に運動して脳への血流を良くすることは記憶力を維持する上で基本ですが効果的な策です。エイジクロック勉強法の極意は、自分の脳の状態を把握し、記憶の衰えに先手を打って対処することにあります。忘れる前に手を打つ、これさえ心がければ、あなたの記憶定着率もきっと飛躍的に向上するでしょう。老化に立ち向かう科学者たちの知恵を味方につけて、ぜひ今日から皆さんの学びに生かしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたの記憶力がまるで年を取らないかのように輝き続けることを願っています。